はい、井上ゼミです。ということで、今回はですね、スピノザのエチカの3回目です。今回は、本質という概念について見ていきたいと思います。前回ですね、重要な概念の一つ目として善悪を取り上げたんですが、今回は本質です。はい、つまり、スピノザはですね、本質をどのように捉えていたのかということについて、見ていきたいと思います。じゃあ早速いきますけれども、これねいきなりねスピノザの本質っていうのが、何なのかってこう出ちゃってるんですけども、つまりコナトゥスっていうことなんですね。このコナトゥスって何かっていうと、自分の存在を維持しようとする力のことです。ね、これが本質であると言ってるわけです。これね、なので本質は力であるよっていうそういうことなんですね。これがスピノザの考える本質です。でこのねコナトゥス、自分の存在を維持しようとする力っていうのは、国分さん曰くですね、この生体向上性、つまりホメオスタシスですね、その原理に近いというお話をしてます。でこれ例えばね、体内の水分が減ると言った時に、水分への欲求がこう生まれてきて、で水が欲しいっていうふうに私たちが意識するということですね。そのように自分の存在を維持しようとする力、このコナトゥス、これが本質であるというお話をしています。で、これをね詳しくちょっと見ていきたいんですけれども、この本質イコール力、これは何かというと各個体が持っている力のことです。この各個体が持っている力に注目しましょうってことなんですね。例えばこれはこの人はこういう人だからこんな仕事が合っているだろうというふうに考えるとかですね。したがって一人一人の力のありようを具体的に見ていく、そして組み合わせを考えていく。この人はこういう人だからこれと、うまく組み合わさるだろう、つまりこの仕事が、合っているだろうというふうに考えていくってことですね。でこれがね、こういうふうな本質の定義が、定義捉え方見方というものが、なんで大事なのかというと、それまでのですね、本質の捉え方が違ったんですね。どういうことかっていうと、これ古代ギリシアにおいては本質は形であるっていうことだったんですね。つまりこの形っていうのを、エイドスというふうに言ったり、見かけとか外見とか形相と言ったりします。つまり本質というのは形であるということ。これはね、道徳的な判断と結びつくと、形だけから本質を捉えるということになるわけですね。だから例えば男は男らしくとか、女は女らしくとかね、あるいは男だから〇〇とか、女だから〇〇とかね、そういうふうな、見方をしていくわけですよね。なので個人のね、その個人的な歴史だとか環境だとか、あるいはですね関係だとかね、もしくは性質といったものは全部無視します。でなのでこちらはどちらかといえば非常に抽象的ですよね。非常に抽象的。そういったものが、形、つまり本質だったんですが、そのねこれはスピノザがね本質は力であると言った時に、私たちの生き方そのものと関わってくるこれものの見方の転換なんですね。形から力へというふうなこの本質の転換はね、そういうふうに捉えられることができるということです。ね、もうこの時点でかなりもうスピノザがいかに、もうそれまでと違うようなね捉え方をしていたのかっていうことがこう分かると思うんですけれども、そういうことですね。でそのコナトゥスっていうのはじゃあどういうふうな性質を持っていたのかということで、2つ挙げております。で1つ目がですねこの変情ってやつですね。変情、どういうことかっていうと、あるものが何らかの刺激を受け一定の形態や性質を帯びること、つまり刺激による変化、それを変情と呼んでます。ね、でこれポイントがあってですね、ある刺激は人によって異なるし、同じ人でも時と場合によって異なると。これ非常に理解しやすいですよね。この刺激はこの人にはこういうふうに反応するけれども、他の人に同じ刺激を与えても異なる反応をする場合ありますよね。あるいは自分であってもそれは時と場合によっては違う反応を見せたりするということで、刺激による変化、変情っていうのがあるということです。で2つ目がですね欲望ですね。つまりこの力本質が
変化しながらたどり着くそれぞれの状態というのは欲望であるっていうことをおっしゃってます。つまり何かこうね、あるものにこう刺激が加わったとしましょう。その刺激が加わった刺激を受けた時にそのものがまた別の状態に変わる。その別の状態に変わった時にあることをなすように働きかける。つまりこの働きかける、つまり力なんだけれども、それで〇〇しようというふうになるわけですね。つまりこの働きかけるっていうのが欲望そのものであるということなんですね。そういうふうなコナトゥスの性質がありますと。で私たちはですね、このコナトゥスの性質をですね、うまく生きていくためにですね、実験を重ねながらうまく自分に合う組み合わせを見つけることが重要ですよってことをおっしゃってます。なんでかというと、この刺激にはね、ネガティブな刺激もありますから、だからそのネガティブな刺激でダメにされないために私たちはね、いろんな日々その刺激を受けながら、めちゃくちゃたくさんの刺激を受けながら生活しているので、その中にあるネガティブな刺激でね、ダメにされないためにうまくね、この実験を重ねながら自分に合った組み合わせっていうものを見つけていくことが大事ですよっていう、そういうお話ですねをしております。このね、スピノザのその考え方がですね、非常にエソロジー的っていう話をしてます。ね、これエソロジーっていうのは何かっていうと、これ生態学と、国分さんが呼んでるんですけれども、これどういうことかっていうと、生物の具体的な生態を観察し記述する、そういうのがエソロジーっていう、生態学なんだけれども、これがね、それまでのね、生物学と違うということをおっしゃってます。つまり生物学っていうのは動植物の形態を分類して記述する。それに対してこの生態学っていうのは具体的なこの生態を観察する。でそれを記述するってことなんですね。でこのエチカもこのねスピノザのエチカもエソロジーも同じエートスっていうものを語源としているというお話をしてます。でなので同じ発想なんですね。これを具体的に言うと、生物や人間が生きている場所や環境に注目して、でその中でどのように生きているのかに注目するということなんですね。これがね非常に同じ発想でスピノザの考えがエソロジーに近いというお話をしてます。はい、でもちろんこれねエチカは倫理学ですから、じゃあ私たちどういうふうに生きていったらいいんですか、人生を豊かにするためにはどうしていったらいいんですかっていう話に結びつけてこれ言いますと、多くの刺激に反応できるようになることというふうなことをおっしゃってます。つまり受け取れるねこれの刺激っていうものをだんだん広げていくことなんだけれども、その広げてくれるものにはどういうものがあるかというと、例えば精神的な余裕ですね。つまり焦らない状態のことなんですけれども、これ焦っていたらねいろんな刺激を受け取れませんよね。なので常にこの精神的に余裕な状態、焦らない状態でいることというものが、一つですね、受け取れる刺激を広げてくれるものであると。でもう一つ挙げてまして、それが学ぶという行為ですね。学ぶことによって多くの刺激を受け取れるようになってくるということをおっしゃっております。そう喜びに満ちた暮らし、こういったね、刺激に反応できるようになってくることで喜びに満ちた暮らしが、できてくるということをおっしゃってまして、これが最上の生活法であるとおっしゃってます。でこれをね知っている人こそ賢者であると言ってます。ね、面白いですよね、賢者。なのでここで使われている賢者ってどういう意味かっていうと、難しいね顔をしてね山にこもってる人ではないわけですよ。ね、イメージとしてなんか賢者ってそういうのありますよね。なんかこう難しい顔してみたいな、こんな感じでこう山にこもっているみたいなね、そういうことじゃないってことですね。ここで言われている賢者とは楽しみを知る人、ね、楽しみを知っている人、そしていろいろな物事を楽しめる人、こういう人のことがですね賢者であるということをお話ししております。ね、これは僕ね好きですね、この定義というかこのね賢者の、中身僕は好きですね結構。ということなんですけれども、そんな感じですね。人生を豊かにするためには多くの刺激に反応できるようになることが大事ですよというお話をしております。で
このコナティスのちょっと話が続くんですけれども、このコナティスから見た自殺と死ね、自殺と死はコナティスから見たらどういうふうに見えるのか、どういうふうに捉えられるのかというお話をしていたので、これもちょっと紹介しておきます。まず自殺なんですけれども、自殺っていうのは何らかの外部の原因が強制しているというふうにスピノザは捉えています。でそれはですね、しかも本人、その自殺してしまう本人は意識していないかもしれないってこともおっしゃってます。ね、これどういうことかというと、外の力がね強すぎると、もうこのコナティスがキャパオーバーになるっていうことなんですね。つまりコナティス、自分の存在を維持していこうというこの力がもうキャパオーバーになっちゃうってことです。もう外の力が強すぎてね。でこれがね例えばで出してあったんですけれども、例えば幼い頃の虐待のその記憶にも耐えきれずにもう生きるのが辛くなっちゃうとか、あるいは何かの責任に追い詰められちゃって、その苦しさにも耐えきれない、ね、耐えきれなくてもう生きるのが辛くて自殺しちゃうと、そういうことですね、例えば。でこれ一つ注目ポイントがあって、自殺ってね、自分を殺すっていうふうに書きますけど、自分が原因になっているんじゃないってことですね。自分が原因になっているのではなくて、外部に圧倒的な原因があるってことですね。これがものすごく大事ですね。外部に圧倒的な原因があって、しかもそれって本人はさっき言ったように本人は意識してないかもしれないわけですよ。それはそこがねこの自殺、スピノザの言う自殺のポイントです。でこの圧倒的な原因がですね外部にあるものだから、それによって活動能力、自分のね活動能力を低下させるどころか、力そのものがねもう踏みにじられる状態にあるってことですね。それが、自殺っていうものを生んでいるというお話をしてます。ね、非常に僕は面白い、見方だと思います。ね、で、次死はどういうふうに捉えているかというと、私の本質っていうものを支えていた諸々の部分の関係が変化していって別物になってしまうこと、それを死と呼んでます。ですからこの私のねこの例えばその体が死骸になると、死骸になる時だけが死ということじゃないってことですね。スピノザの考える死っていうのは、死骸になる時だけではなくて、例えばね子どもの成長ってことを考えてみても、子どもから大人になるじゃないですか。それって一度生まれ変わっているわけですよね。っていうことはそれは一度死んでいるとも言えるわけですよね。大人に生まれ変わったってことは子供であった自分は死んでいる、一度死ぬわけですよね。だからそういうふうに死というものを捉えてます。だからこれね僕思ったんですけど、前回ねやった武田さんのね哲学入門の話しましたけど、そこで武田さんがこの世界像の話してましたよね。1枚目の世界像、2枚目の世界像、3枚目の世界像って話してたんですけれど、その話とね非常に僕はねリンクしてきてつながってるなというふうに思いましたね。こういうふうな、ね、つながってるなって思うところが結構あるので、これもね結構ポイントだと思います。ということで、本質、はコナティスであるというお話なんですけれども、これより深く理解するために、様態というねさらに概念を示しております。でなのでこのねお話ちょっとしたいんですけれども、様態とは何かっていうお話なんですけど、神は自然であり実体でもあるっていうね、まずこれがあります。つまりこれね神は自然ということを言いましたよね。でその、自然でもありですね、かつ実体でもあるってことですね。つまりこの実体っていうのは実際に存在しているものだから、神っていうのは自然であって実際に存在している実体であるってことですね。で私たちっていうのはじゃあ何かっていうと、私たちはその神の中にいる。で神の中にいるだけではなくて神の一部でもあるってことですね。なので私たちは実体ではなくて、なぜなら実体はその神だけだから、私たちは実体ではなく神という実体の変状であるということ。出ましたよね、変状ね。変化したものである。つまり古物は変状なんですね。なので古物、私たちも含めて古物、万物は全部古物ですけど、古物は条件が変われば消えていくんですね。条件が変われば消えていく。面白いのは古物は消えても実体は消えない。実体って神ですよね。
自然、実体は消えないって話をしてます。ね例えばねこういうことですよっていう事例を挙げてまして、水っていうのはこれね条件が変われば固体にもなるし気体にもなるじゃないですか。ね、そのように固体とか気体っていう方が変状で、水の方が言ったらこれで言ったら実体の方ですよね。で、あるいはですね、この例えも面白かったんですが、シーツとそのシワ、ね、シーツありますよね。シーツとそのシワでいくとですね、シーツっていうのは神実体の方で、そのシワっていうのは常にねそのシワっていうのは変わりますよね。同じその一つのシワの形があって、それが消えて別のシワの形になってもこのシーツ自体は変わりませんからね。だからこのシワの方がここでいう古物とか変状の方ということで、イメージしていただければいいと思います。で、さらに言いますと、私たち一人一人が様態である、つまりこの様態って様式とか仕方とかっていうことなんですけど、私たち一人一人の方が様態ってことですね。したがって万物はそれぞれが神が存在する様式であると、神が存在する仕方であるということをおっしゃってます。つまり神はですね変状して人間としても存在できるし、水としても存在できますよっていう、そういうことをおっしゃってるわけですね。でここがねちょっとポイントがいくつかありまして、そうさっき言ったですねちょっとさっき言い忘れたんですけど、水のね話しましたよね。水が条件が変われば固体にもなるし気体にもなる、また液体にもなるというお話ししましたけど、これね質量保存の法則に似た科学的な考え方っていうふうにもおっしゃってたんですね、国分さんが。でこれ見ましたよね。前回のスピノザの考える神っていうのは宗教的なものではなくて、どちらかというと自然的科学的なものであるっていうお話をしましたけど、まさにこの辺がね、そことつながってくるなと思いました。質量保存の法則に似てる、ね、話であるなということですよね。で、今言ったポイントですね。万物はそれぞれが、神が存在する様式、つまりここでのポイントは古物様態っていうのは神の一部だが神ではなくて幻想でもないってことですね。私たちも古物ですけど、私たちは神の一部なんですよね。神の一部なんだけど神そのものではないし、かといって幻想でもないってことですね。ここポイントですよね、1個。でもう1個ねポイントとして挙げたいんですけど、ジョルジュ・アガンベンっていう、アガンベンという哲学者がですね、このね話からですね、古物様態は名詞ではなく副詞のようなものであるってことをおっしゃってるということなんですが、これどういうことかっていうと、つまり主語としては存在できないってことですね。私たちのような古物は実体神ではないので主語としては存在できませんよっていうお話をしてます。なので、私たちはですね条件が変われば、消えていったりもするということなんですね。なので、ここちょっとまとめますと、それぞれの古物はそれぞれの仕方で神が存在したり作用したりする力を表現している。言い換えると、それぞれの古物が神の力、自然の法則という力ですね、これを表現しているという話です。はい、でここで少しですね、精神と身体っていうお話も、ちょっとだけしたいんですけれども、精神と身体をですね、スピノザどういうふうに捉えていたかというと、私という様態の中で同時に表現される神の属性ですよっていうことをおっしゃってます。ね、それがつまりそれぞれがですね神の力を表現しているわけですね。つまり精神というのは C の属性、 C する属性である。そして身体っていうのは延長の属性であると。この2つの属性を私という様態の中で同時に表現しているわけですね。これね面白いのは、神はですね無限に多くのその属性からなっているんだけれども、私たちはですね知性的な限界ゆえにこの精神と身体っていうたった2つの神の属性しか知らないということをおっしゃってます。ね、この辺を通して様態を通してやっぱりこの神っていうものとそうではない私たちとの関係ですね、そのどういうふうな関係の中にあるのか、位置関係にあるのかっていうことが、かなりね具体的に見えてきたと思います。はい、私たちは、実体ではなく神が実体であって、その
実体である神の返上した姿が個々の万物であるというお話ですよね。はい、最後にですね、コナトゥスと社会の関係についてちょっと見ていきたいんですけれども、ですね、こういうことですね。人と人がうまく関係を築いている時、コナトゥスはうまく働いて活動能力が増すと、つまり互いの力を高めるということをおっしゃっています。でこのね、人と人がうまく関係を築いている時っていうのが、この組み合わせがねうまくいっている時ってことです。でなので、この場合ですね、他人を犠牲にして自らをですね維持するということではないということですね。で人はですね、コナトゥスがうまく働いている時自由であるということをおっしゃっています。つまり一人一人が自由に生きられるイコール、それが社会が安定するということですね。なのでコナトゥスは自分本位の原理ではないってことですね。自分本位に誰かを犠牲にしてね、その上に成り立つような自由ではないってことです。で、さらにですね、人々が共同で安定して暮らしていくためにはこの2つが大切っていうことなんだけど、一つが一人一人のコナトゥスを大切にすること、そしてもう一つが毎日更新されるお互いっていうものをその都度尊重し合って生活することが大切ですよっていうことをおっしゃってるんですね。このね、その都度っていうことが大事で、どういうことかっていうと、これね、反復的契約説っていうふうに呼ばれてます。つまりこれね、一回性の契約説と反対で、一回性の契約説だとですね、一回どこかで契約したら、ずっとそれにね、それ以後も従うっていうことになっちゃうんだけど、そうではなくて反復的に契約、する、つまり常に緊張感を持ってお互いにね向き合っていくこと、そしてその都度お互いを尊重し合っていくこと、うまく関係を築いていくこと、それが大事だっていうことをおっしゃってます。ね、でそれがですね、コナトゥスから見た社会の状態ということになります。ね、この辺もね非常にためになるなというお話なんですけれども、このねここでちょっと出てきたんですけども、こう自由っていうのが出てきましたよね。でこのねスピノザの言うねこの自由っていうことはじゃあどういうものなのかっていうことが、次回にお話しする3つ目の重要な概念の自由のお話につながります。なので、次回はですね、この自由とはどういうものなのか、スピノザの言うですね自由、どういうものなのかっていうお話をしたいんですけれども、これね自由のところはですねかなり内容が濃かったので、これ2回に分けてお話ししたいと思います。ということで次回はですね、この自由のお話の前編になりますけれども、スピノザの自由とはどういうものなのかというお話をしてみたいと思います。ということで今回は以上になります。じゃあまたね。